俣宏は大の魚好きでもある。シュノーケリング歴は50年。60歳を目前に夫婦でダイビングのライセンスも取得した。荒俣の魚好きについてダイビング仲間でフィギュア作家の佐藤俊は、僕は荒間さんのことを魚類学者だと思ってますので、一緒に海行って、例えば潮だまりで魚捕まえて、やっぱりびっくりしたのが立ちどころにこれは何ていう魚種だっていうのを教えてくれるんですね。それがびっくりしましたね。魚の中でもとりわけ稚魚とか幼魚とか、がお好きなんですね。そういう魚って異形のものなんですよ。妙な格好してたりとかですね、目だけがやたら大きかったりとかですね、そういうものがやっぱりお好き。そんな荒俣が今最も関心を寄せている魚はダンゴウオ。一目見ようと真夜中の海によく繰り出す。一体どんな魚なのだろうか。せっかくの出てきた。この直径3センチほどの可愛らしい魚がダンゴウオ。実に楽しそうである。特別なこと何もしてないですね。体重が重いのでいつも重いウエイトをしなきゃいけないんで、結構この年になるときついですから、なるべく体重を減らそうということと、それから無理をしないという、ことを心がけています。というのは周りいろんな人と一緒に行くと危なくて見ていらんないっていうんですね。もうなんか珍しいものを発見したり、なんかいそうな岩があるとそこへついて動かなくなってしまうので、一回ジンベエザメを見に行って行方不明になったことがありました。周り見たら誰もいなくてジンベエザメもおらず、どうしようかと思って30分ぐらい海中にいてから、湯を起こして、水面まで上がったことがあって、ひどく叱られたことがありますが、だからほっとくと多分エアがなくなって、死んでいるのに気づかずに見ている可能性があるので、そういうことがないように、一生懸命残圧をチェックしながら、一定のボリュームになったらすぐ上がるということを心がけているぐらいかな。レーシックをしたのは、これは知り合いの人がレーシックをするのを見学に行ったことがありました。そしたら30秒ぐらいで終わってしまうので、これはやってもいいかなと思って、やろうとしたんですけれども、どうも信用できない。事故がいろいろ起こっていたんで、いろいろと聞いてみると、この私が当たった先生というのは大変面白い先生でありました。なんでレーシックを始め、日本でかなり著名なレーシックの手術の技術を持った方だったんですけれども、なんでレーシックの手術を日本で始めたんですかって聞いたらば、すごいことをおっしゃいました。いや、もうしょうがなくてレーシックの眼科医やってるんだよ。どうしてですかって言ったら、私は本当はアンチエイジングの不老長寿といいますか、そういう新しい医学をやりたいんだけど、日本じゃ不老不死とか不老長寿っていうと何をバカなっていうんで、アンチエイジングっていうのはなかなか医学界では認められなくて研究進められなかった。でしょうがないんで眼科でこのレーシックをやった。この目も実は、アンチエイジングに大変関係があって、目が一番最初に悪くなりますから、そういうこともあったんですけれども、名車やったんだ、本当はアンチエイジングをやりたかったんだって言ってお話をしたら、中国の古い時代の錬金術の話とか、いかに植物と動物がこの地球の環境が悪くなるということで長生き戦略を遺伝子に伝えるかというような話を聞きまして、もうレーシックは吹っ飛び、この先生面白いと思いまして、レーシックをやってもらうことを口実にアンチエイジングの話を時々聞きに行っています。今やアンチエイジング、僕の関心の中のかなりトップの状況に立ち至ってんのもレーシックのおかげですね。事実上は目が多少良くなったところで
意識がなければ見えないものは見えないので、特にレーシックの問題で、どうこう特別な思い入れがあったわけではないです。先生が気に入ったっていうのが大きいんじゃないですかね。この眼鏡すると遠くのものが見にくくなるんですが、近くのものはよりくっきり見えるようになるので、一種の読書用に使っているんですけれども、テレビに出る時には前眼鏡かけてましたので、なんかこいつは誰だと分かんないと困るというので、マネージャーがなるべく眼鏡かけなさいというふうに言っておりますんで、かえって見えなくなっております。